どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはガムを噛む効果です。今回の内容について、1、最近ガムを噛むようになった動機。2、ガムを噛む効果、口腔面。3、ガムを噛む効果、精神面。4、ガムを噛む注意点。これらについて説明していきます。1、最近ガムを噛むようになった動機。1ヶ月ぐらい前からですかね。2020年の2月ぐらいから習慣としてガムを噛んでいます。その動機になったのはこの2つです。まず1つ目は、食事で噛む回数が少ないのではと思ったからです。僕は時間を大切に使いたいという気持ちがある分、せっかちなところがあります。食事の時間はどちらかというと短い方だと思います。また食べるものも硬いものよりも食べやすいものの方が多い気がするんです。麺類とかカレーが好きですし。なので噛むことが少ないんじゃないかなと気づいたんですね。噛む回数を補うのにガムはいいんじゃないかなと思いました。次に2つ目は朝のコーヒーの代わり、眠気覚ましの時間短縮です。今まで毎朝ホットコーヒーを飲んでいました。習慣で行っていたんですけれども、冷静に考えたら時間取られるなって気づいたんですね。ホットコーヒーを飲むのも早くても1から2分はかかります。ガムだったら口に入れたらいいだけで噛みながら着替えができますし、自転車や電車に乗っても噛めるので効率がいいですね。このように生活の中で僕はガムを噛むことを取り入れました。ガムを噛むことの効果について勉強したのでこれから説明しますね。2、ガムを噛む効果、口腔面。まずは唾液の分泌が促される効果があります。唾液の分泌が多くなると口腔内の環境が良くなります。それによって虫歯予防や口臭予防の効果があります。次に噛むことで口周りの筋肉を動かす効果があります。これは噛むという運動を行っているからですね。噛む時の筋肉を咀嚼筋と言います。咀嚼筋は顔の筋肉でもあるので表情筋にも影響が出ます。冷静に過ごすあまり表情が硬くなっている方はガムを噛むのはいいかもしれませんね。3. ガムを噛む効果、精神面。まずは集中力や記憶力が増す効果があります。アスリートが試合前や試合中にガムを噛んでいるのはテレビで見たことがあると思います。ガムを噛んでいることで脳への血流が増加するんですね。その時に集中や記憶に使う脳の部分が刺激を受けて機能が促進されるそうです。仕事中にガムを噛むのは効率が良くなるでしょう。次にセロトニンの分泌により落ち着く効果があります。ガムを噛むときは一定のリズムで噛むことが多いですね。そして人によっては長く噛んでいます。1回につき5分以上がいいそうです。このガムを噛んでいるのも運動をしているとみなされて脳内ホルモンのセロトニンが産生分泌されます。セロトニンが分泌されると落ち着く効果がありストレスが軽減されます。詳しくは以前に配信したナンバー2ストレスホルモンと幸福ホルモンをご参照ください。4. ガムを噛む注意点。今まで良い効果について説明しましたが注意点があります。まずは種類についてです。糖分が多い種類は注意しましょう。糖分が多いものは虫歯リスクがあります。酸生物が多い種類にも注意しましょう。クエン酸や果汁が多いものです。酸性の度合いでエナメル質が溶け出すリスクがあります。おすすめの成分は以下の4つです。1. キシリトール、2. リカルデント、3. ポスカム、4. エルロイテリ菌。僕は4のエルロイテリ菌は食べたことがありませんね。興味が湧いたので探してみます。次に強すぎない、左右で偏りすぎない噛み方を注意しましょう。なかなかいないと思いますが、度が過ぎるのはやめましょう。顎関節症のリスクになります。最後に TPO を注意しましょう。これは現実的な注意点ですね。仕事をする時の集中にガムはいいんですが、態度が良くないと見られがちなのは寂しいところです。職場によっても規律が違いますし、取引先の捉え方もあるので TPO は注意した方がいいでしょう。僕は YouTube に配信したくらいなので、自分が経営する会社では書類作成時や身内だけの会議ではガムを噛んでもいいことにします。
今回はガムを噛む効果について説明しました。ガム自体は小さなものですが大きな効果がありましたね。健康維持にも仕事にも役立つものだと思います。今回の動画が皆さんの良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。